はい、GDY の服部です。よろしくお願いいたします。今日はね、楽しいイタリアワイン講座ということで、第5回目ですね。オレンジワインについてお話ししたいと思います。まずね、オレンジワインっていうのをおさらいしたいと思います。オレンジワイン、そうですね、オレンジ色のワインですけども、これね、分類としてはね、白ワインです。で、なんで色がつくかというと、最初のね、一次発酵の段階で、ブドウの皮とかね、種をね、漬け込んだりします。で、これ漬け込むことによって、その皮についてるですね、色素であるとか、それからタンニンが抽出されて、色がつきます。ということでね、自然とね、普通の白ワインよりかは、色がね、オレンジっぽくなるので、オレンジワインとなりますけど、ただね、正確な定義はありません。ですので、ここはあくまでオレンジ色のワインなんだけれども、実は中身は白ワインですよということですね。で、ルーツですね。これよく言われてます。最近ね、ジョージアのワインっていうのがね、よく言われてますけれども、これ8000年前からね、あったということで、この熟成の手法がね、面白いんですけれども、クブベリというね、土器ですね。大きな壺なんですけれども、これをね、使って発酵させます。で、ここではですね、オレンジワインっていうね、言わなくって、アンバーって言ってますね。ちょっとアメリカの方ではね、そういった言い方もしますけれども、いわゆる琥珀色のワインですよというふうに言われています。で、これがですね、なぜイタリアなのかっていったところなんですけども、このオレンジワインっていうね、ものがね、こう世の中に出始めたっていうところのきっかけがね、イタリアのフリウリ州にあります。フリウリはイタリアのね、北にある州ですけれども、そこでね、著名な生産者、グラブネルですね。こちらがアンフォラです。これね、クブベリとアンフォラの違いなんですけど、クブベリというのはこう大きな土の壺なんですけども、それにね、取っ手をつけたようなものがアンフォラになりますけれども、まあ、基本的には土器ということで同じですね。で、これを使って98年にオレンジワインを作ってからですね、ブームが始まりましたと。で、その後がですね、フリューリ州のオレンジワインはね、本当にね、中心的なね、存在に世界的になっていきます。で、このね、アンフォラなんですけど、グラブネルはアンフォラ使ってますけれども、他のね、オレンジワインの生産者たちは、特にアンフォラを使っている人たちは少ないです。まあ、あくまでね、グラブネルのやり方ということで記載しています。で、もう一つですね、これイギリスのワイン賞が2004年、振り売りのワインをね、オレンジワインと呼んだので、そこから始まったということですね。でね、世の中今、オレンジワイン、オレンジワインということですけども、なぜそれがブームになったかということなんですけれども、ここはやっぱ外せないですね。自然派です。ナチュラルワインとか自然派と呼ばれる人たちが、このオレンジワインに目をつけたんですね。これなぜかというと、自然派とかね、ナチュラルワインって言ってるのは SO2。これね、GDY の番外編にね、SO2 のことは書いてありますけれども、極力使わないようにしてます。で、これまあ自然派だけにもかかわらずね、今、どの生産者もそれは当然なんですけれども、ここでね、目をつけたのがですね、白ワインですね。もともと白ワインというのは、タンニンが含まれてない、まあ、タンニンが少ないということで、どうしてもね、安定するためにね、SO2 を入れなきゃいけないんですね。それは赤ワインよりも。なので、これまでの自然派っていうのは、どちらかというと赤ワインの方が多かったはずです。ただ、白ワインにタンニンをつけるということで、これが実はオレンジワインですね。オレンジワインは先ほど言いましたように加皮浸透させますので、タンニンであるとか色素が出てきます。よって通常のね、白ワインよりも SO2 少なく済むということになりますね。で、いくつかね、ご紹介します。日本でね、手に入るフリウリ種、イタリアのオレンジワインの生産者です。はい、まずね、我々が扱っているイルカルピのですね、こちらの2つですね。1つ目がビッスーバイというね、これはブドウの力という意味ですけれども、こちらピノグリージョを使ってます。これね、一番最初のスライドでお話しした時の後ろにあるね、あの赤い色、ピノノワールみたいな色ありましたけれども、あれがビッスーバイですね。で、もう一つがエクゾディアムというね、フリウリの土着品種、フリウリラーノを使ってますけれども、これもオレンジワインの一種です。で、ただね、このエクゾディアムに関しては、色的には白ワインに近いです。で、これは難しいんですけれども、イタリアとかではね、B にマッチェラーティっていう言い方をしてるんですね。マセラシオンなんですけれども、
いわゆるその最初の一次発酵の時に過失浸透させたワインですよということなんですね。そういった意味で、2番目に関してはそれをしています。ただ、フリーラーノ自体のね、皮がね、色が出ませんので、どうしても白ワインっぽく見えますけれども、これもオレンジワインの一種ですね。はい。2つ目がやはり先ほどお話しした、いわゆるジョージアでインスピレーションを受けて持ってきた、作ったグラブネルですね。で、グラブネルに関しては、リボッラというワインをお勧めします。これ、品種はリボッラジャンラですね。こちらを使っています。少しね、値段が張るかもしれませんけれども、これは美味しいと思いますので、ぜひ試してみてください。で、もう一つがね、プリモシッチですね。彼はね、全体のオレンジワインの中でも非常にね、中心的な役割を保つ方ですけれども、ここはですね、同じようにおすすめとしてはリボッラ・ディ・オスラビアというワイン。品種はリボッラ・ジャンラです。で、ここのリボッラ・ディ・オスラビアっていうとこなんですけども、このオスラビアというのがね、実は有名な生産者が集まっているところで、この3つはですね、全部近いです。例えばイルカルピノというワイナリーですね。こちらから庭からもう隣にグラブネルが見えますね。グラブネルの畑も見えちゃいます。で、同じ道沿いにですね、そうですね、歩いたら15分ぐらいですかね。とこにプリモシッチがあります。ですので、本当にこう、小さい場所というか、このオスラビアっていう地域のところで、素晴らしい生産者が集まってますね。日本でね、有名なラディコン、これ自然派で有名ですけれども、彼もね、実は近いです。カルピノから、5分ぐらいですかね、歩いて。それぐらいの場所にあります。で、オレンジワインのタイプなんですけど、イルカルピノとね、プリモジッチはどちらかというと似たようなタイプですね。いわゆるオレンジワインっていうのは、下手した作ってしまうと、果実味がなくなってしまうんですね。なんか酸化とかしてしまって。で、このカルピノとプリモシッチに関してはそういったものは全くなくって、非常にね、果実味豊かでね、美味しいです。ですので、ね、食前、食中、食後とね、全部のね、食事のシーンで合わせられるワインになります。で、グラブネルは特徴的ですね。不思議なんですよね。ウイスキーみたいな色をしています。で、果実味はなさそうでちゃんとしっかりあるっていうね、ものです。だからグラブネルに関しては、最低でも10年以上寝かしたもの。最新ヴィンテージも多分2009とかなんで、そういったもんだと思うんですけども、それぐらいね、寝かした方が美味しいです。非常にね、特別なワインかなというふうには思いますね。ぜひね、この3つっていうのは、試してみてほしいですね。で、グラブネルとプリモジッチは意外と手に入りやすいです。で、カルピノに関しては、我々の方からご提供はできるという感じになりますが、あまり数が多くないので、直接言っていただくか、ホームページの方からご購入いただくかみたいな感じになるとは思います。はい、今日ね、ちょっとオレンジワインについてお話ししました。イタリアワイン講座なんですけれども、なぜオレンジワインの話したかというと、先ほど言ったようにね、やっぱりオレンジワインというと、イタリアのフリューリ州がやっぱり中心だと思います。ジョージアのワインね、試した方はわかると思うんですけど、どちらを推奨するかというと、間違いなくフリューリ州のワインです。個人的な見解なんで、あまり悪くは言いたくないですけど、素晴らしい生産者もいますが、やはりね、その品種の出来とかですね、例えば、ここに書いてあるリボンラジャーラに関しては、この昔ながらの品種で、樹齢も高くて、いわゆる後期品種の一つだと思うんですよね。で、フリルラーノに関しましても、昔からね、時計フリルラーノって言われてましたが、ある品種で、非常にね、ナッツの香りがしてね、美味しい品種です。で、ピノグリージョはもうピノグリですので、世界中にありますけれども、この地域ではピノグリージョっていうのは本当に昔からね、まるで土着品種のように扱われていたものですので、そういったものになります。ではね、今日はこれで終わりにしますが、オレンジワイン、ちょっと個人的に悲しいというかですね、のは、オレンジワインと歌っているんですけど、美味しくないワインも正直たくさん出てきております。本当にね、きっちりと作っているワイナリーからするとね、オレンジワインの定義がないんでどうしようもありませんけれども、
消費者からするとね、やっぱりいいものを選んで、これがオレンジワインなんだっていうのを感じてほしいので、今日3つご紹介いたしました。それではね、本日はこれで終わりにいたします。失礼いたします。